最初乗った時とか、こういうところね、90度曲がる時なんかは、ちょっとね、神経使うというか、切りすぎかなっていうところもありましたけれども、慣れたというのは、VGR でありつつ、中心付近がね、そんなに緩くないです。サスペンションが、柔らかい領域があって、硬い領域もあって、荷物が刺さって音を出すようにハンドル切ってみても、全然ね、ロール感なくキュッキュッて動いてくれる。で、上下の動きはね、ゆったり感あるので、この辺りいいですよね。で、その下の領域は、ちょっと CVT もね、そこを飛ばしてくれるタイプではなくて、ふわーっとね、こう上がっていくタイプなので、D レンジのまま、俊敏な加速したい時なんかは一瞬待たされるような感じになりますかね。ちょっと自分の好みと違うところもあって、でもやっぱり質は高いよねって感じられるね、エンジンです。ヒラリーです。今日は ZR-V、2025年式の 1500cc ターボを搭載するガソリンモデルの Z を借りていきました。で、この動画ではね、この車の価格と乗り味、価格から見たお得感とかね、そのあたりに触れていきたいなと思います。で、今ね、朝の5時、だんだんね、この空が明るくなってきて、朝焼けも映るかな。ここから30分ぐらい走りながらレビューしていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、ここからね、走行しながらのシーンになります。で、行ってきます。じゃあ、ここから走っていきます。今ね、カメラセットしてたらもう、だいぶ明るくなってきましたね。じゃあ、ここからね、もうちょっと明るくなっていくかな。赤い光が出てね、朝焼けとかね、映ったら結構このカメラ綺麗に映ると思いますので、行っていきます。でね、この動画は価格を元にした乗り味ということですので、ちょっと価格面からいきましょうか。やっぱりちょっとね、一瞬だけこの車のすごいところを話させてください。ちょうどね、このくらい、走り出しから時速40キロぐらい、この辺りがね、もうすごく滑らかです。やっぱりエンジンが、ターボがついて静かというのもありますし、それが一番大きいかな。もしね、この車がハイブリッドだとしたら、今日ガソリンモデルなんですけれども、ハイブリッドの ZR-V、こんなに静かかなってね、どうだろうって思っちゃうぐらいね、エンジンずっとかかりっぱなしです。でもこうしていても、そのインジェクターが圧力かかって、こう燃料吹くようなね、パチパチする音ぐらいしか聞こえてこない。なので、すごく滑らかです。で、その理由のもう一つが、結構ね、スロットル特性が穏やかなんですよね。ちょっと踏んでもパワーの出方も穏やかで、その辺はね、スキブスキあるとしても、とにかくね、もうそーっとアクセル回路 5% ぐらいでスーッと転がすような時がめちゃくちゃ滑らかでね、時速40キロ、50キロぐらいまでの市街地、ここでのこう、ふわーっとした感じ、これね、ZR-V の大きな特徴だと思います。初めて乗った時に、いいじゃないと、自分がね、思ったところです。じゃあ、そうね。そこで言うと、同クラスのライバル車、CX5 もすごく滑らかでね。で、CX5 が、低回転の時はエンジンの主張があって、細かいアクセル操作でもフォンフォンとエンジン回転数を変えたり、トルク感を微妙に調整してドライバーに、反応を返してくれるのだとすると、こっちの方がね、低回転は静か、ジェントルに徹してくれて、で、速度が上がった時なんかはね、CX5 の方が滑らかさ、静けさがあるかなっていう感じでしょうかね。この ZR-V ももう全然静かなんですけれども、路面とか速度によって結構ね、キャラを変えます。で、あんまりあれだったので、さっき空気圧見ていきました。でも空気圧ね、2.3、2.4 で、リアが 2.2 かな。車の、基準値、今日の車はまだ新しいですから、基準値でそのような感じです。じゃあちょっとここでね、価格と装備、この辺りちょっと別のシーンを挟みます。グレードと装備で主要な点を挙げていきます。2025年4月現在、グレードは EHEV とガソリンで2つずつ、あとブラックスタイルというのがあります。2000cc ハイブリッドと 1500cc ターボで、スターティングプライスは321万円から、
ラスに合った価格設定で競合車と揃う価格帯です。それどころかハイブリッドに絞ると、ハリアーハイブリッドより50万円安いスタートと、ホンダっぽくないよねなんてね、思ってしまうほどです。上級の Z だと、ハリアーの G と価格が揃います。そんな ZRV のグレードによる価格差です。X から Z で追加される主要部分。こんな感じでね。で、大きなところで言うと、ナビがついてきますので、60万円の価格差のうち半分が埋まります。あと、自分にとっては、パワーシートっていうのがね、大きいんですけれども、ランバーサポートのね、調整ができないタイプでした。その他、X ですと、ステアリングの革がプライムスムーズとなっていますので、合成革になるとのことです。それで、パワーテールゲート、これはどっちも標準です。外装の違いで言うと、このあたりというかね、ごめんなさい。ちょっと装備表だと分かりにくいので、適線挟む映像を見てください。リアバンパーにビルトインされるマフラーがね、存在感あって素敵です。細かなところでは、ガソリンモデルでもブレーキブースターが電動となっています。乗ったら違和感なく、もうそれどころか良いブレーキシステムでした。注意点は本革シート。本革となっていますが、正確にはコンビシートとね、思われます。それで、革の部分が再加工がされるタイプです。例えるなら、ビトンの革と同じような感覚。で、それよりは柔らかいんですけれども、しっとりしたタイプではないです。こうした硬い革のシートって、自分、欧州車で経験がありまして、耐久性が重視されているというイメージです。デニムでもね、乗れちゃうし、湿度や雨風にも気にならないので、使いやすくはありました。もうね、何も考えずに普通に使えて、大事にするとかね、考えずに使いやすかったといった記憶はあります。で、今日の ZRV は2025年式のグレード Z381 万円です。まだ新しい車体で、オドメーターは1000キロ未満から1600キロの間で走っています。では、走行中に感じた価格と乗り味に戻ります。こんな感じでね、321万円スタート。もう全然ね、ハリアーとか CX5 とかね、フォレスターとかと価格的に勝負できる価格設定ですよね。エクストレイルが、ターボのハイブリッド、E パワーのね、タイプのみになるので、ちょっと同格には比較できないですけれども、純ガソリンモデルで言ったら、全然価格競争力のある価格設定だと思います。ホンダ車って割高でしょってね、思うことが多々ありますけれども、あまりね、クラスに対しても割高さを感じない。で、質がいいので、全然ね、むしろ割安感を感じるとかもあるかな。この車ね、ナビ標準、こういう360度モニターも標準。で、そうね、一応本革シートということで、実際はね、本革と合成革のコンビっぽいんですけれども、本革シート。で、あとね、ステアリングヒーターとかシートヒーターとか、結構必要なもの全部ついていてね、380万円。で、一番安いのは321万円ですから、もしこの車とサスペンションが一緒で、同じ走行フィールだとしたらね、すごくお得な選択肢だと思います。タイヤサイズもね、18インチで一緒だったと思います。その、X と Z と、一応サイズ上はね、同じものだったかなと。で、もしかしたらね、タイヤの銘柄は違うかもしれないです。ただそこはね、納入先がブリヂストンでも横浜でもダンロップでも違ったとしても、メーカーの決めた、定めた、その仕様に沿って作られていたりするのが純正タイヤのよくあるパターンです。もしくは新車用のタイヤとしてね、同じようなタイヤも使われていますし、同じようなね、特性を持つタイヤかなっていうのはね、予想できます。で、今日の車はね、ブリヂストンのアレンザ銘柄、アレンザブランドのタイヤがついていました。ということでね、じゃあここから乗り味の話していきますね。まずね、価格からするとサスペンションの質が高いっていうね、最近のホンダ車に共通するような長所がある。で、エンジンは、ホンダっていうとね、自分が一番期待したいのはエンジンという、昔からのね、
そんなイメージあるんですけれども、昔自分が一番ハマった車も VTEC でしたしね。2段階切り替えタイプの VTEC。そうね。ちょっと自分の好みと違うところもあって、でもやっぱり質は高いよねって感じられるね、エンジンです。エンジンに関してはね、ちょっと別の動画で燃費見ながら結構長く話したので、そっちを見てください。ということでね、じゃあサスペンションの話いきますね。サスペンションが柔らかい領域があって、硬い領域もあって。で、このあたりがね、コンフォート的な部分とスポーティー的な部分と、両方ね持っているみたいな感じです。こうやって走ってるとね、特にフロントシートに座っていると結構しなやかだねと、ふわふわじゃないんですけれどもね、サスペンションの動きゆっくりしていて、で路面の様子伝えてくれて、動きいいじゃないと。で実際に動く時もじわっと動いてくれるっていうのをね感じられます。さらに結構ねクイクイハンドル切ってみると、そういう時にはね車を支えてくれて、丁寧な操作を心がけている限りロールなんて感じられないですね。ちょっとハンドル振ってみてもいいかな。ちょっともし掴まれたらちょっと後ろ同乗者いるんでね、軽く行きます。全然ロール感ないですよね。今度右側行きますね。荷物が刺さって音を出すようにハンドル切ってみても全然ねロール感なくキュッキュッて動いてくれる。で上下の動きはねゆったり感あるので、この辺りいいですよね。ただリアシートはちょっとねやっぱりサスペンションのバランス的にちょっとリアの方が突っ張ってる感じがあるので、路面によってはドタバタする。この辺りがもう完全に万人受けとまではね言えないところかなと。ただね、そういったところを除くとこのコンフォート的なねこうゆったりして走る感じがすごくこの車いいんじゃないかと。結構足の動きゆっくりしてるのもありますし、ハンドル周りもねそうです。今みたいに切ればねしっかり反応してくれてロール感もなくてピタッピタって感じなんですけれども、穏やかに操作してるとね、ゆったりだが効いてくるような感じです。こうやって操作してると穏やかに効いてくるような感じかな。なのでね、どっちかって言えばちょっとアメリカンなイメージもありつつ、車の動きはねビシッとしてるところはビシッとしてる、両方あるって感じるのはねそういったところです。でこれがね VGR 可変ギアレシオの、ステアリングギアボックスっていったところで、この打角に対してタイヤが切れる量というのがこの回してるように言うとね変わりそうなんですね。このくらい回すとクイックだねっていうところを感じてきて、その手前の領域はスロー、打角に対してタイヤがつくのが弱いっていうね、この両方が、可変するタイプみたいです。でこれね最初乗った時とかこういうところね90度曲がる時なんかはちょっとね神経使うというか切りすぎかなっていうところもありましたけれども、今日乗るのねこれで3日目でして、もう慣れましたね。慣れたというのは VGR でありつつ中心付近がねそんなに緩くないです。この VGR がついてねいいところ、自分はねない方がいいと思う方なので、そうねない方がいいと思う方なのでいいところって言い方になるかな。いいのは、中心付近をね緩くできること。ただそんなにねスローすぎないので運転がね気難しくないです。今もねもう全然普通にピタッとね乗ってられる。で直進性も良くて、で速度100キロを超えたあたりになってきてもそうその緩いところがねいい方に効いてくるだけ、全然ね悪くないのでこのあたりねいいなと思います。そうね VGA ついてる車ですと中心付近が緩すぎちゃってっていうのをね今までに感じてきていまして、これはどうでしょう。すごいね昔の記憶をたどるとホンダの S2000 で可変ギアレシオのステアリングギア比を持つ時代の S2000、 あれがそんなにね中心付近緩いと感じなかった記憶があるので、同じような感じみたいなね、本当適当な記憶ですけれども、乗りにくくないんでね、これがちょっと他のフィットクラスの VGR との違いでしょうかね。
あの辺はもう明確に中心付近緩くて運転が難しいねって思うところもあります。といったところでね、乗り心地、ハンドリング、あと静粛性ですか。静粛性は低速時とか路面いい時は静かで、速度上がったり路面が悪いと盛り上がる。これどんな車も一緒ですけれどもね。でもじゃあもうちょっとね、そのギャップが大きかったので空気を見てきたといったところ。あとそうだ、この車は気密性が高すぎる気持ち悪さというのを感じないんですね。このクラスぐらいになってきて気密性が良くなってくると、乗っていて窓を開けたくなったりとか、開けてすっきりしたって経験ございません？結構自分とかあるんですけれども、この車はそういったところがなくてね。で、窓を開けて走ってもうるさくなんないんですよね。当然開ければうるさいですけれども、そんなにねこうブオーってねうるさくなることがないような感じで、これ一つね、なんかこう、長所とまでは言わなくてもね、へーって思ったところでした。あとパワーウィンドウの動きなんかもね、やっぱり滑らかですね。そうね、スーッとね静かな感じでモーターが動いてくれる。で乗り味と、そっか、あとエンジンと CVT、 そうね、エンジンは高回転で回ってくれるターボで、圧縮比が 10.3 ということで、低回転は純ガソリンの 2000cc なんかと比べるとね、やっぱり弱いところあります。排圧が上がってきてパワーが出る。でそれが3000回転ぐらいになるのかな。でその下の領域はちょっと CVT もね、そこを飛ばしてくれるタイプではなくて、ふわーっとねこう上がっていくタイプなので、 D レンジのまま、俊敏な加速したい時なんかは一瞬待たされるような感じになりますかね。傾向はスポーツモードにしても一緒です。ただね、この車にはとっても立派なパドルシフトがついています。このパドルがね、純ガソリンの車ですので、疑似的とはいえギア比をホールドするように動いてくれます。 EHEV の車はね、減速セレクターなんて呼ばれる動きをしまして、減速力をコントロールする。でこの車はね、本当にギア比をホールドしてくれる。本当にというかね、ギア比ホールドしてくれます。シフトセレクターを S レンジにしてパドルを動かしますと、今4速2000回転で、もう1個下げて3速2500回転。頻繁な加速減速が続く時とかはね、この方が滑らかです。で踏んで出てこないな、出てくみたいなね、こうそのなんていうのかな、レスポンス、反応の悪さとかも感じにくくなりますので、結果的に乗員楽ですね。ハーフスロットルあたりだったら十分。前回前平を繰り返すんだったら5000回転ぐらいがね一番気持ちいいです。でマニュアルモードにしておいても、やっぱりねギア比が合わないところになってくると、自動でシフトダウンしたりシフトアップしたりっていうのはさすがにねそれはあります。といったところでしょうかね。とりあえずそんな感じです。じゃあこれで一旦失礼します。大事な点忘れていたので付け加えます。それはブレーキの良さ。日常での減速や停止で扱いやすいだけではなくて、40走行中の減速が気持ちよかったです。どんな感じかっていうと、カメラ機材を積んでいない一人で、単純にドライブを楽しんでいた時です。アクセルを踏んでいって減速してと、その時、例えばアンチスクォートとかアンチダイブとか言われるような動き方で、フロントがねゆっくり少し沈み込んで、リアはそんなに伸び上がらなくて、挙動が安定して、あとペダルがね剛性感あって、じわって踏み込んでいけて、唐突な効きがないから、ググッとね、ほんとググって感じでペダルを踏んでいける。そして最大打角の手前まで使ってゆっくりリリースをしていくとかね。思い出すと一言、ブレーキって楽しいです。自分本当に買おうかとか考えている車ですと、ディーラー市場でも強くブレーキかけていいですかなんてね、営業さんに聞いたりして、試します。今までダメって言われたことないですからね。あとそう、スバルのお姉様とか、もう一回やってもいいよとか、もうやっちゃって、どんどんやっちゃってなんてね、すごいノリのいい素敵なお姉様
がね、同乗してくれる時もありました。うん、すごいね、面白かったです。で、真面目な話ね、強いブレーキを踏める車があれば、踏めない車もあります。ということで、ZRV の動画は、姉妹チャンネル合わせて10本ぐらいアップする予定です。ぜひチャンネル登録して、他の動画もご覧いただけましたら嬉しいです。そうしていただくことで、これからもね、もっともっといろんな車をレビューしていくことが可能になります。ではすいません、以上です。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。